入ったな、入った入った。あのね、イヤホンジャックなんですよ。イヤホンジャックみたいなやつのラインなんですよ。あ、そう、イヤホンジャックですね。どっちもオスオスの3.5ピンっていうのかな、3.5ミリピンジャックっつうのかな、 TR なんとかっていう言い方じゃなく、イヤホンジャックもいろんな種類あるんだよね。ステレオだったりアースがついてたりとか、喋れなくしてくるわ。少しでも被害者様たち界隈に知識のつくようなことを共有できるようなことを言えないように言わないように、いちいちそういうところで嫌がらせ入るから。で、あと私がそれなりにそういう知識があるっていうことも、伝わらないようにいちいち、妨害入るから。せっこいけっちいからこいつらの嫌がらせ、パトチンカーで資金逃げして、私のゴールドの運転免許取り消すこいつの嫌がらせ。どこがせこいけっちいんだよって。せこいけっちいこと繰り返して、そういう大切なものをどんどん、剥ぎ取っていくんですよ。で、喜んでんですよ。パトチンカーで資金逃げしながら、税金万引き生活しながらだよ。許す要素ないからね、そんな連中に。やりすぎにも、ほどがあるから、パトチンカーで資金逃げだからね、とりあえず。謝りにも来ねえよ。私がこういうこと言ってんのに、さっきして分かってるはずだ。知らぬとんでん、集団総会なんですかそれ、言いたくって、その様子状況、そっちにミスリード作りしかしてもね、未だにね、私のところだけじゃないんですよ。カメラ映像でしたんで。これだってあれだよ。それなりにちゃんと映るぐらい明るくしてるんだけど、クラップされてんだよ。ちょっと。カメラの露出じゃなく、ドライバー側での露出とか、ホワイトバランスいじられてると思うね。ラーリールーレロ。この辺明るいからね、言っとくけど。ここにこの辺も全然明かりついてて明るいですよ。見る明暗の差が、強烈になるように、特産になるように、電池にドライバー関係いじられてると思うね。だから、照明いくらパッタってこんな状態でいつまでも、の前に進まない、うまくいかないようにされてる。何の話したっけほら、こういう風にね、ミスリードされるんだよ。で、言おうとしてること言えなくすんだよ。それって、いちいち細かいせこい、嫌がらせ入れて、こういう風に文句言って、いつも。今から開封しますね。で、その開封の準備までの雑談だんってんだけど、また喋るんです。ね、本題に入ろうとすると、そこに戻ろうとすると、すぐこういうふうに妨害来るでしょ。で、それを喋らせる。で、いつまでも前に進まないことをさせ続ける。あ、忘れてた。あれだ。これもだった。マイク。今回でマイクも買っちゃう。だから10万超えになってんの、カートの中。10万円も買い物する気ないんだよ。だけどインフレとか円安とか物価高になってから結局は必要なものだから、その時にちょびちょび買ってたらまず間違いなく物価高くなるから。あ、その話だ。パソコンの値段も高くなってるっていう話だ。それやってたんだマイクも買わなくちゃ。これコンデンサーマイクじゃなくて、ダイナミックマイク。喋れなくしてきてる。だから私一人でそのマイク2つ使ってね、
ブレインジャックされてマイクに向かって喋らないようにされてるんですよ。で、楽な姿勢じゃないとさらに喋らない感じになるんですよ。そういうふうに攻撃されてるんで、あっちにもこっちにもマイクを置いて、その妨害に対抗しなきゃいけないっていう感じ。マイクスタンドも必要だよな。もう今この年末に揃えた方がいい。じゃないと2年はね、まず物価高インフレになってね、買えなくなるから、その2年以内に壊されちゃったりするようなものはもう予備として買っとかなきゃいけない感じ。今ブラックフライデーだけど値段安くなってないもん、あんまり思ったほど。で、逆に普段の方が安かったりするね、突発的にとか。そういう感じになっていくから、このブラックフライデーそんな安くねえわっつって買い控えちゃうより、いやここでもう買っとかないとあと来年から買えねえぞみたいな。で、高値にどんどんなっていくから、やべえっつって追いかけて買う感じになる、多分みんな。だからもしこれね、いつ編集できてアップロードできるか分かんないけど、妨害されてるから今かなり強烈に。年越えてからこれ聞いてても、2026年の年初とか初売りとかさ、春どうなるかね。春も家電製品とか安くなるからね、それ以外もね。ちょっと遅くても来年の春までには高値を追いかけて買わずに、じっくり欲しいもの、商品、値段の動き見ながら、もうこの値段で買うしかないかなって見切りつけて買っちゃった方がいいね。で、マイクなんかそんな性能変わるもんじゃないから、逆に新製品の方が性能悪いとかね、そういうのあるからね。結構本当はいろんな商品試して比べたりとかしたいけど、また同じの買おうかなと思ってるね。ダイナミックマイクね。で、一人で普通はね、一つしか使わないです、誰もが。私の場合はそういう嫌がらせがあるから複数使い方にしようと対策でねなってるだけで。でも私ぐらいのことを仕事しながら妨害されてない人は、やる場合はマイクに2、3万とかね、十何万とかかけているレベルだと思うんで、今の現代って。そこは私安物を使ってるんで、それでも7000円、これね。それをもう1個買う1万4000円で、もし誰かと私コラボできれば、1人1個ずつのマイク使えるよみたいな、そういう準備もね整えてる。で、今すぐとか今はそれはなくても、2年後3年後は分かんないから、いるかも分かんないから、誰かが出会いがあって、連中が工作した出会いっていうのは私排除するんで、そういう接近の仕方は逆にしない方がいいですよ。私となんかコラボしたいと思ってるんであれば、なんかこれくせえなって、工作くせえな、なんだこのシナリオ展開あれば、私排除すっからね。されてるからね。されてる人たち気づくと思うわ。すでに気づいてると思う。集団ストーカー被害者様たち側なんだけどな。それで行動活動してて、君のことを取り入れたくって動いてんだけどな。工作入れてるのをバレて排除されてるってね、そういうのあると思う。それした時点で集団ストーカーだからね。私から被害報告される状態になるからね。
それからそうやって味方のふり展開してきてんのも集団ストーカーの手口だからね。その辺把握できてない工作する連中って何なんだっていう感じだよね。で、それらは連中の行う孤立化戦略になっているというところだからね。で、孤立させられてるとしているとあんまるされるからね。孤立しているつもりないんだけど孤立化させられてんだよね。さらに玄関ドア勝手に開けれるようにも工作されてるからね。かなり危ないやばいやばい状態。すげえ口の中にラップを入れながらさらに喋れなくしておいて、それでも喋ったらこんな喋り方になるっていうね。まああれなんで。でこれ私がこういう攻撃されてるのを電磁波攻撃とかそういうのある程度把握できたり予測できる人が聞いたら、ああもうそれ芝居じゃないねんって、本当にそういうのあるんだねって分かる状態だから、一般人に検索でヒットされない、できない、見つけられない、見つかんない状態になってんね。だけども一応再生数とかチャンネル登録者数とか動くでしょ。連中が動かして、それから連中のアカウントにしか表示されない、そういうふうになってると思うよ。まあいいや。アマゾンのページね、下手すると私アクセスしちゃうからね。そうすると個人情報出ちゃうからうっかり。開封する前に人多く雑談ってこんなもんかな。コーヒー飲んじゃった。まあまだあるけどこのカメラいいわ。ちょっとグレード低いの買っちゃって失敗してんだよ、ケチって。この値段だったら発売されてからしばらく経ったんで値段下がったのかなって思って、この値段だったらグレード低いやつじゃないだろうと思って買ったので、お得だわと思って買ったんだよ。ダメ、それグレード低いやつにオプションっていうか付属品つけてその分で値段高くなってる。グレードの高いやつ欲しかったの。それで今までね無理すれば買える時期があったんだけど、その時にも買わないで、いいやつ欲しいからお金入ったらいいやつ買おうと思って、そしたらいいやつじゃない方買ってた。もっと本当はね性能いいやつが。だけどこれも今撮影してるこのカメラもこれも連中にクラッキングされて本当の性能出てない。自分が使い方知らないとかダサくて性能発揮できない使い方してるとかじゃない。もういちいちこういう状態だから、いちいちこれでもこれは暗視性能高いからこういうところ映るけど、それでもこういう画面が光った時にもそれに合わせて映せるんですよ。これちゃんと今映らなくなった。買った当初は映ってた、マジでガチで。これもそう、買った当初はピントずれなかった。どうやってもなんだこれ逆にピントずれて映すの難しいわ。これやっぱ今のデジカメ専用機だからな、ニコンだしな。すげえなやっぱ今は。しばらく使ってた。だから例えば1週間とか返品できない期間、簡単にクーリングオフみたいな感じで、その期間過ぎたら急にボケてピント合わなくなった。マジでガチで。いやそういうカメラでもピント合わなくなることあるよ。そういう条件発生するよ。
そんなもんじゃねえんだって、そんな話してるんじゃねえんだって、こっちは。いちいち何にもピントが合わねえって、使える状態で。適当な状態とかだったらあったりするけど、だから何こうやって撮影するじゃん。この撮影のピントの合う場所が特定の場所でしか合わないから、特定の角度の特定の場所でしか合わないから、撮る写真って決まってんの。撮る構図、自分が撮りたい構図、角度、場所から撮れねえの。ピント合わねえから。あ、ここならピント合う、じゃあここで撮るしかない。だからね、そこまでコントロールできる。今ブレインジャックだけじゃなく、カメラのそのピントとかホワイトバランスとか、そういうのを制御することによってその人をその位置に移動できるし、その人の思考もそういうふうにコントロールできる。さらに AI 怖い状況ね、今ね。それらに気づかれないように連中それらを今やっていくから。私たち集団ストーカー被害に気づく私たちはそれらに気づくけど、気づけない、気づかない、わからない、信じない人たちはいくらでも連中にそういうふうに持っていける。で、私集団ストーカーの連中に小学校の頃とかからいじめられたり付きまとわれたりしてきてるから、もう分かってきたわ。あ、連中、そっか、地域に住んでる連中、それかと。そこの人たちみんな先輩たちとか意地悪だったのだからか。で、そういう連中に私川に落とされたことあるんですよ。こっちが優しい親切言うこと聞くの連中笑って知ってっから。川でみんなで釣りしててね、仲間じゃないんですよ。釣れる場所があって昔ね。で、子供たち放課後みんなランドセル置いてすぐ釣り竿を持って行ってた川、釣りのポイントあるんですよ。で、そこにそういう人たちもいて、で、川にあれを落としちゃった、落ちちゃった、取って、お前取ってって言われて、はいっつって近くにいた。で、取ってその人のところに渡そうとしてるの、川に降りてね、私ねしてるんだけど、ちょっと取れない、こっちっつって、私は上を向いてね、川に降りて上向いて、その人に手伸ばして渡そうとしてるんだけど、拾ったものをその人どんどんね移動してね、取れない、ちょっとこっち来てって言われて、深い方に誘導されて、上向いてる私足元見れなくて一生懸命渡そうとしてて、それでドボーンと深いところに落とされた。なんか三角形の光動いてるな、カメラのところで。なんだそれ、埃か。こっちで肉眼でそれ確認できない、何が動いてるのか。それも連中のあれかもわかんない。この辺が三角形なのはね、ちょっとね焼き入れられてんだよ。これも買った直後ぐらいにディスプレイに、それがその焼きの LED ディスプレイの画面に焼き入れられてんの、電磁波で。これどこで買ったの？群馬のスキー場で働いて買ったんだっけか。欲しかったやつで、そっから高速バスとかに乗って帰って、駅に着いて駅から自宅まで歩いて帰る道中でこの焼き入れられたので、その時にさらにマイクロ SD カードもどっかに紛失するようにブレインジャックと
機器の誤動作、カメラがなんかのね誤動作が工作されてね、そういうこともやられてる。そういうことができる。どういうふうにやられたとか、今ちょっと言えないけど、頭の中にそれ思い出すのあれすると、これからすること今することちょっと分かんなくなるからね。私触るとこうなるでしょ。ガウスなんで磁力はね、この部屋あんまり出てこないんだけどね。これ言っとくけど、画面赤くなるのは危険な数値で、86ハローね、85兆円とハローじゃない。で、私がそういうことを言ってるから、いろいろランダムにね動かしてごまかしてる。常にごまかし、嘘インチキってたのに連中で、それを展開されるのを喋ってると、こっちが嘘インチキで頼み喋ってるように見られる。でそこを固定させて揶揄悪評流しする。それが連中のパトチンカーでひき逃げしていく精神病院案件関連の連中の23条通報を乱用してくる集団ストーカーの手口。いつもそうやって精神疾患扱いしてくるこいつら。それなんか光が動いてるより、動いているというよりか喋れなくしてくる。でそれが丸い光じゃなく三角の光になってるのも連中の工作だから。埃がそういうふうに動いてるんだったら丸い光になるでしょ。三角になってるでしょ。連中の工作だよそれ。それからあれだわ、オーブとかじゃないから言っとく。もう新興宗教系スピリチュアル系に騙されてる人たちはちょっとまじがち。私には接近しないでね。接近できるって期待しないでね。マジでガチでやばいから、こっちがじゃなくて君たちがなんつうの、フレアっつうの、カメラのレンズに光が、そういうのとか埃が映り込んでオーブンに見えるとか、それを心霊現象だとか言ってたら私からバカにされるよ。やめてくれ。違うからね、それね。オーブとかじゃないから。で私の部屋にこういうのは動いてるのオーブだって言いたいやついるかもわかんないけど、いやそれオーブなんだよ君、三角形だからそれは特別などうのこうのだとかね言ってくるやついるかもわかんないけど、超音波で空中に発泡スチロールの玉とか浮かせられるんですよ。喋れなくされてる YouTube であるから動画、そういうのも見て。でこの部屋超音波とか電磁波とかいっぱいやられてるんで、連中のその盗撮の精度って鼻が見えるとかそういうレベルじゃないから。髪の毛とかも見えてんなこいつらっては、そういう状況のことされてるからこっちで。そのレベルなんで埃も見えてるって。でそれを動かすこともできるって。だから昆虫なんかも動かせるってやってるってこいつら。気持ち悪いよ。ちっちゃい小バエみたいなやつだったら発泡スチロールみたいにキャッチしてそれで動かしてると思うよ。ディスプレイあるでしょ。パソコンのね、そこをよくね、最近その説明したからかもわかんないけど、私に撮影されるからかもわかんないけど、今年の夏とかはもう虫自体はあんまり湧いてこなかったけど、喋れなくされてる画面、パソコンの画面、例えばYouTube の画面とかでも文字があるでしょ。そういうところに虫が張ってきてこっくりさんみたいな感じで例えばさあるか、ポーね、ここにポッてきて
その後ここにゲッてきて、こういうところに来て、くるくるくるって回ったりとかして方向を変えて、こういうふうに来たりする。ポゲキなんだろうポゲキってみたいな感じで、全部意味ないから連中のやることってミスリード、嘘インチキでたらめしかついてきてないでしょ。何も教えようとしてきてないでしょ。今までも今もこれからも未来永劫連中って。それ見せられてみて何か悩んであげる必要なくって、何か悩んであげて何か浮かんで何か喋ってこうじゃないかとか言ったり思ったりそういうふうに考えたよとか言うと、それに乗っかってまたさらにインチキって展開してくるだけでしょ。いつも連中が何か見せてくることに何にも意味ないから。で連中がこっちを調べてこっちのに追いつきたがってんの、知りたがってんの逆なの。それマジがちなんで、それマジがちで、それあからさまに知らしめるっていうか、決定的に発表すると連中攻撃してくる。そこ連中マジがち都合悪い部分なの知ってんの。とうざいからこいつら。それが日本の警察だってのレベルだって。その領域での CIA の話してほしいわ。川栗ちゃんには、翼の塔には。できてねえだろ、できねえだろって。まあ今できなくてもそのうちできるようになるとは思うけどね。彼らなら喋れなくしてきてる。ただ変なことばっかり言ってると今度言いにくくなる。真実真相に気づいても今までと話変わってくると、その部分ではちょっと黙るって、そういう部分でも言論弾圧って工作されてるからね、言っとくけど。まあでもいずれいつかまた合流というかね、意見が合い始めるとき、そこにも妨害来ると思うけどね。彼らもこっちも理解しよう、どういうことだったのかと。その時もいがみ合う必要ないから。今は私は連中にブロックされててもね、ああ分かったんだ、分かってブロックしなくなったのみたいな、まあ、こっちから歩み寄ることはない。去るもの終わる。向こうがこっちブロックしたらこっちも君たちにもう未練も何もないように戻ってくるんだったら、そっちからブロックしたんだからそっちから戻ってこいって。この弱小チャンネル、弱小個人に対してついて向こうから戻ってくるか。ってとこ。だから小さい虫レベルだったらそういうふうに連中コントロールしてくる。でそういうふうにコントロールされて画面に出てきた虫ってなんかちょっとね、這いつくばった感じなんだよね。浮いてる、止まってる、こうなんかこう浮いてる、足をこう画面こういうふうに足をこうプッてやってるというよりね、こうひちゃってこう潰れた感じなんで、そういうふうに動くんですよ画面。そういうの見てるか。だからさっきのオーブみたいな感じに見えるホコリみたいの連中盗撮してみてキャッチして動かすって全然できるから。でそれを三角形にするっていうのはドライバーの方をいじればおそらくそうなるから。エフェクトとかそういう感じのやり方で下手すら全てそれかもわかんないし、ほこりわざわざキャッチしないでドライバーとかそっちの方の映り具合の方
で三角形のぼやけた輪郭がぼやけたやつでこのカーソルみたいな感じで動かしたのかもで言ってるでしょ。ホワイトバランスとかいじられてその辺が見えなくなってるってね、映るとこだけ映って映んないとか全然映んないように連中に嫌がらせされてそうなってるって。でそれをまともに映る状態の部分をその三角形の輪郭がぼやけたやつで動かしたらさっきみたいになるでしょ。それをやられてるやってる可能性ある。なんか光が動いてるような感じだったでしょ。埃が動いてるんだったらそこはまた来たほらこれ気持ち悪い。これ多分そうだよ。それは埃。どこ今この辺にあったのは多分埃。まあ超音波でキャッチした埃かもわかんないけど、この辺で光ったのは多分その部分だけ普通に映る部分作ってでこういうので動かしたみたいな、そういうなんか気持ち悪い動き方したよ。まあそんなとこだね。じゃあちょっとこの辺片付けっか。照明もちょっとつけよっか久しぶりに。今ついたそこついたこっちもある程度明るくなってんだねこれ。全然明るくなんねえじゃん。ちょっと弱い明かりで使ってるからむしろ明かり強くした。開封するのには色つけていいかね。色ない方がいい感じするけどね。しかしほんと全然明るくないでしょ。がっかりするわ。どんだけ照明器具買えばちゃんと映るの。もう一個つけた。でこの辺がこの辺がちょっと明るすぎるみたいないう感じで嫌がらせされてるんで、逆にこうちょっと光をレフ板まだちゃんと作ってないけど壁に銀色の貼ったんでそっからの反射で今この辺すごい明るいでしょ。ここにね光当たってないんですよ。ここに光が当たってないんですよ。すごい眩しく光が当たってるように見えるでしょ。これでそういう画面の明るい部分でこういうねこういう部分であれされちゃってんの。ホワイトバランス取られちゃってる。ここでこの辺でホワイトバランスこの辺で取られちゃってでこっち真っ暗にされてるの。正味の話でこのカメラでこれで今夕方の暗さのやつね、まあ室内だったらこれでいけるんだけどこれが暗視夜でも撮れるやつね。この撮り方でノイズないでしょ。つまりそれなりにここ今明かりがあるってことね。
暗かったらノイズ出るから、こんな感じに。あ、これでもあんまりノイズ出ないじゃん。あ、この感じだとノイズ出るか。つまりこの辺もそれなりに明るいっていう話ね。だけどなぜかここだけ明るくされてる。あ、今このカメラでもここだけ明るいようにされてる。実際ね、ここね、そんなに光バチッて当たってるわけじゃないんですよ。どうやって撮れば分かるかな。こっからのこの照明、こういうふうに向けての反射でのここで、あっていうふうに映したら連中都合悪くなって、なんか逆にこの辺に明かりあるでしょ。ここにすごい光当たってないでしょ。こっちで見るとすごいそこに光が当たってるように見えるかもわかんないけど、ちょっと切るね。でそういうふうにある程度明るめに映ってる部分に強烈に光が当たってるみたいにドライバーの方でセッティングされちゃってんので、それによりそこでホワイトバランス入れられちゃってるの。そうするとこっちを暗くできんのされちゃうなっちゃうの。そういういじり方されてるよこれで。いつまでもちゃんと光当ててんのにどっかが強烈に暗くなってどっかが強烈に明るいっていう状況を作られてて、でそれはこのカメラが悪いとかこのカメラのドライバーが悪いとかそういうんじゃなくて、連中が介入してその状態にしている。それはこれを使っても同じ。いやこっちでやったらちゃんと映ってたよってなるかもわかんないけど同じで、また三角形の変なのやられたでしょ、ね、これ連中がやっていくから。こういうので新興宗教団体やってんだからこいつら。こういうので精神疾患作ってんだからこいつら。でそれ全部インチキでたらめだから。でそういうので信じて手首に数珠とかつけるのやめてくれ。私に近づきたいんだったらね。あと凱旋する前に変なお経とか勝ち込みとか歌うならもう私に接近したいんだったら仲間のふりすらできねえよそんなんじゃ。以前はね、これまではねそこまで厳しくやってなかったけど、もうブロックされたらねそこまで正直に言うわ。まあ彼がそれ以前からやってる時から私文句言ってたけどね、阿波安香の歌とか阿波安香の歌とかまだやってるってで、多分それで洗脳されて騙されてて逮捕に至ったんですね、黒川敦子。今私に言われても分かんないか、今なら分かるか、そのレベルくらいは騙されてるわって。まあ多分ブレインジャックされてるね彼はね。じゃあどうすっかな仮。これもう一回テーブル向けるね今一度。なんで今は映り出すかね。これでホワイトバランス取られちゃうんでこれ撤去。ちゃんと映んねえ。あと変なフレア入れられてるし、どうもこの辺変なフレア、青いフレア入れられてるし、こっから反射してんのか違うな。これか、これも違うな。どっから来てんだよそのフレア。
これのこと言ってるからね、フレアって。まあいいや、いつまでも何にもできねえ腐れてるだけだから。結局全部インチキでダメだから、こいつらが展開してくるの。でそういうのをオーブだとかなんとかっつって神聖なものだっつって拝んだりすんなっつうの。いや確かに暗いんですよ。確かに暗い、ほんと暗いわ。ああそっか、ちょっとこれの設定がまず暗かったからちょっと明るくするんだよ。だからさ、こういうふうにさ、これもそんなにここまでこんなに光ってないからね、反射してないからね、言っとくけど、こういうふうにされちゃうなっちゃうから暗くして使ってたんだよ。あ、これで全開だ。でこれも撤去。この暗いあたりに置くのは問題ないから、この辺に置くのは問題ないんですよ。これは撤去だね。で映り込んでるこれも撤去ね、こいつも撤去だね。それで自動で手動でさホワイトバランスいじれないんですよ、これ今の私の環境で。でちょっとこの部屋のほこり取るわ。これも外していいです。またなんかやってるでしょ、これ知らないからで、こう多分これこういう時のためにね、こういうほこり取りのために喋れなくちゃいけない。こういうの取っといてある。で開封の撮影の準備で、今度準備ここまで整い始めるとこういうふうにゲップ AED ショック、内臓への AED ショックAED ショック、喋れなくしてきた。思考停止も入れられて、ほらしゃっくり始まった。準備がこういうふうに佳境っていうか整い始めるじゃん。その状況に合わせて調節して、またさらに何もできない攻撃、こういう状況が伝えられるように、こういうふうに準備の段階も修復っていうこと。いつもだから、こっちで芝居とかこっちの精神状態とかそういうのじゃないから、これ全然捏造でも病気でも何でもない。電磁波攻撃、何にもしないできないように、それらを伝えるにはこういうふうに長時間収録で全ての様子状況を報告で、連中はそれすらされたくないんだよね。でこれね、こういうのでも私は騙せなくても視聴者の誰かはこれで騙せるんです。で私の部屋でこういうのが何か上空でね、もう一回映すか、ガラガラみたいなものが天井にあるとかね、ミラーボールみたいなのが天井にあるとか、そういうのもないから。
なんかああいうふうにグーって動くようなものが天井にあるとかね、ないから。こっちもだないから、これは洗濯物だからね。これここになんかぐる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 先から動いてるでしょ。多分ね、あれだよ、実際にはその光ない、カメラに映る状態でない。カメラから映像に映る状態のところにデジタル的に介入してクラッキングして入れてきてる。その動き、なんかその気持ち悪い、こうマウスかトラックボールでこういうふうにって動かしてる感じね。おそらく手動で。プログラムでもできるだろうけどね。よし、開封できそうだな。やるべ。どれからやろう。4つぐらいあるから。あ、そう。で、ちょっとあれだわ。その画面で撮影されない場所で、いつ買ったやつだっけね。あ、すんげえ、また眠くなる攻撃始まった。思考停止記憶消去、さらに眠くなる攻撃で、それをまた喋れなくしてきてる。毎回 Bluetooth で再生します。今からこれかな。11月5日、もう21日前に届いたやつ。すげえマジガチ寝たきりにされて何にもできなくされた。本当にマジでガチで。それ今やっと開封。必要だから使うから欲しいから買ってんだよ。もう届いたらすぐにでも開けたいけど、開ける様子も収録してないといろんなこと連中に嫌がらせされるから、開封撮影するわけですよ、こっちでね。これまだ剥がしてなかった。ちょっと今剥がす。で剥がして準備整ったら一回全部収録切ってその開封やるわ。で立て続けに開封していくわ。この準備整えるのすんごい時間かかるんですよ。これ返品のやつなんだ。これアマゾンのコンセント、なんつうの、電源タップ9個口。この間買ったやつ調子よかった。でやっぱそのぐらいないとダメなのね。9個ぐらい6個口とかとほとんど値段変わんない。数百円しか変わんない。ホームセンターとかで 6個口とか4個口をこの間働いたところでね、コンセント足りないからっつって買ってたんだけど、これその時まだアマゾンでは出してなかったんですよ。で最近この9個口アマゾンで出して、でそれ足りないからっつって買ってみたら、あ、これいいじゃん。ホームセンターとかで6個口とか4個口買ってみても、あそこに何個口だ、4個口だな。やっぱりこれとほとんど同じなんですよ、値段はね。で買ってみて使ってるとプラグすぐポロンって取れるの、緩くって。これは数百円しか変わんないのに9個口もある。倍ついてて、コンセントの穴が倍ついてて、大きさもそんなに変わんないですよ。4個口の横一列のやつ
これは急行口の横一列のやつね。端っこに刺すとこがあるやつとかはあるけど、それじゃないやつなんですよね、私が今文句言ったやつって。4個口しかなくって、ホームセンターとかでこれとほぼ同じ値段で、プラスこっちは5個口ついてるけど、まあ大きさ的にそんなに変わんないんですよ。倍ぐらい違うんじゃねえかって思うかもわかんないけど、まあ確かになんだろうね、なんでそんなに大きさ変わんないんだろうね。後で私がね、窓際でぶら下げてるやつ見かけたことある人いるかもわかんないけど、それなんですよ、私が文句言ってんの。それムカつくんですよ、ポロって取れんので。かつてはそれにパソコンのプラグ入れてたからポロって取れるんですよ。なんか机の上のものをこういうふうに動かした時に前ねこの辺に置いてたんですよ、その電源タップね。でこういうふうになってる時にポロって取れるので、パソコンの電源落ちるの。すんげえ面白くない？そのぐらいのガッパガだいるから、これねちゃんとねきっつくってね入れたらね、そういうふうにポロって取れることない。これアマゾンのやつで、やっぱアマゾンのがいいって。じゃあちょっとここで一回切って開封宅配に開封の収録移ります。ようやくだわ、21日経って。とりあえずこれはここまで以上です。